皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチの時間です。今回はアニメーションを作っていく上で重要になる動きについての考え方を紹介したいと思います。予備動作が必要であるとか、動きには緩急が必要だといったことはなんとなく理解できていると思います。一つ一つの動きが見る人にどのような効果を与えてくれるのか、どんな部分に気をつけて動きを作ればいいのかなど深く知ることで魅力的で自然なアニメーションを作ることにつながります。動きを作っていく上では、アニメーションの12の原則と呼ばれるアニメーションの基本原則に沿って作るのが一般的です。優れたアニメーションのほとんどがこの原則に沿って作られていると言っても過言ではありません。すべての項目を高いレベルで使えれば、それに越したことはないですが、今回は初心者の方でも比較的扱いやすいものに絞って紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。まずは、スローイン&スローアウト。これは速度のコントロールの基本原則です。スローインは徐々に速度が遅くなる動きのことで、主に動き終わりに適用するケースが多いです。スローアウトは速度の遅い状態で動き出し、加速していく動きとなります。主に動き始めで使用することになります。アフターエフェクツでは Easy is in、Easy is out にあたります。現実世界では動きに緩急のないものはあまりありません。動きが一定の速度では機械的に見えてしまい、自然なアニメーションではなくなります。しっかりと速度をコントロールし、動きに緩急をつけることで自然なアニメーションとして見せることができます。スローイン&スローアウトは、ただ動きを自然に見せる役割だけではありません。映像のリズムを作ることにも効果的と言えます。同じタイミングで同じ場所に位置するように動いているアニメーションでも、動きに緩急があるのとないのとでは受け取る印象が大きく変わってきます。速度をコントロールすることで、音だけに頼らずとも視覚的にリズムを共有することができるようになります。スローイン&スローアウトは、言葉だけを見ると、動き出しと動き終わりのことを指しています。しかし、ただ単に動き出しと動き終わりをゆっくりにすればいいということではありません。イージングを覚えたばかりの時は、すべての動きにイージーイーズをつけてしまいがちですが、状況次第で当てはまらないケースもありますので注意が必要です。例えば、遠くで飛んでいる飛行機などは、動きに緩急があると違和感があります。一定の速度で飛んでいる方が自然と言えます。他にも、ボールが跳ねる動きはどうでしょうか？地面で跳ねて飛び上がる瞬間に、ゆっくりな速度では違和感があります。現実世界で起こる動きを参考に、どういう動かし方が正解かを常に観察し、考えることが重要になってきます。言葉にとらわれず動き全体の加減則に気を配る意識を持ちましょう。スローイン&スローアウトの原則をアフターエフェクツで取り入れる場合は、グラフエディターやキーフレーム速度を使うことで簡単に取り入れることができます。当チャンネルでは、速度についての動画は3つほどアップしていますので、グラフの扱いに慣れていない人はぜひチェックしてみてください。次にアンティスペンション。これは予備動作のことです。今すぐにでも取り入れることができるわかりやすい原則ですが、非常に奥が深いものとなっています。基本的に動きには予備動作、メインとなる動作、フォロースルーと3つに分解して見ることができます。開始時の動きを担うのが予備動作となります。例えばジャンプする際に、その場からそのまま飛ぶ人はいません。一度かがみ、ためを作ってからジャンプします。これが予備動作となります。予備動作は動きに流れを作り、自然に見せることにつながりますが、効果はそれだけではありません。予備動作を取り入れることで、次に起きることを予見させる効果があります。例えば、一度左に動いて、ためを作ることで、次は右側に移動すると視聴者側に予見させることができます。予備動作を見て、次に起こることを予想できるので、見る側の準備が整います。そして予期した通りの動きになることで、それが気持ちよさにつながるというわけです。予備動作は基本的に進行方向とは反対の方向に力を貯めることで表現されます。右へ行く場合は左側へ、上に行く場合は下方向へ、拡大する動きの場合は一度縮小するといったイメージで力を貯めます。どの動きも予備動作のおかげで次にどうなるのか、どの方向に進んでいくのかなど、なんとなく読み取ることができます。一口に予備動作といっても、ただ反対方向に動かせばいいというわけではありません。
アニメーションをより自然に魅力的なものにするためには、たった数フレームの指動作にも気を配る必要があります。指動作中にかかる力の量や時間というものは次に起こる動きの大きさに密接に関わってきます。力を貯める動きに時間をかけるほど、次につながる動きの大きさや力強さを予感させることができます。指動作はアニメーション全体のクオリティにも左右する重要な項目です。ほんの数フレームだったりしますが、しっかり観察して次の動きにつながるように作ってみましょう。次に、フォロースルー&オーバーラッピングアクション。まずはフォロースルーから見てみましょう。先ほどの指動作の解説でもありましたが、動きは3つの段階に分けることができます。動き終わりを担うものがフォロースルーとなります。右側のアニメーションを見ると、動きが停止した際にピタッと止まることはなく、動きの余韻が残っていることが確認できます。メインの動作が停止した後も余韻を持たせることで、停止するまでにどれくらいの速度や力が働いていたかを感じ取ることができるので、緩い動きを自然に見せることができます。アニメーションの世界だけでなく、現実世界でもフォロースルーは確認できます。走っているところから止まったり、ボールを投げた後の腕の振りなど、いろいろなところでフォロースルーが発生しています。普段からよく目にしている自然な動きなので、私たちはフォロースルーのない動きに違和感を感じるように、日々訓練されている状態と言えます。なので、動き終わりのアニメーションにもしっかり気を配り作成していくことが自然な動きを作るコツとなります。フォロースルーを作る際の注意点は、フォロースルーに至るまでのメイン動作にかかったエネルギー量を把握することです。停止前の動きが小さいのに、フォロースルーが大きいと違和感につながります。フォロースルーはより自然に見せるために使用するので、しっかりと停止前の動きの強弱を見て作ることを考えましょう。アフターエフェクツではシンプルにキーフレームを打ってフォロースルーを作ります。他にもエクスプレッションやモーションツールズなどにあるイラスティックなどを使用すると簡単にフォロースルーの作成が可能です。次にオーバーラッピングアクション。動きの方向が変わった際に根元と先端で動きの向きが変わり、動くタイミングがずれることを指します。現実世界では鎖などを振り子のように振るとオーバーラッピングの動きを見つけることができます。似たような動きでドラッグというものがあります。ドラッグは直訳すると引っ張るという意味があります。アニメーションとしてはメインとなる動きに引っ張られて遅れてついてくるイメージとなります。歩くときに腕を振る際も腕が伸びきった状態ではなく肩、肘と順番に時間差で関節が曲がります。関節のないただの図形であっても各部位を時間差で動かすことで大きく印象を変えることができます。図形自体の柔らかさを表現したり、動きが速く勢いのある表現や動くことでかかる負荷などを視聴者と共有することができます。次にスクワッシュ&ストレッチ。スクワッシュは潰しを意味し、ストレッチは伸ばしを意味する言葉になります。図形がジャンプするケースを見てみましょう。飛び立つ前の指動作で四角形が力を貯めるために沈み込んでいます。その勢いで図形は潰れるように変形しています。この動作がスクワッシュになります。四角形は勢いよく飛び上がり落下します。飛び上がり時と落下時の勢いで形状が伸びています。この動作がストレッチです。最後に地面へ着地した勢いで四角形は潰れています。スクワッシュがここでも使われていますね。どちらの図形も同じフレーム数でジャンプしていますが、動きの印象や図形自体の材質も違う印象を受けると思います。この原則はアニメーションの勢いを表現することに使ったり、物体の柔らかさを表現することに使われたりします。その他演出として大げさに見せたい場合の誇張表現や重さを表現することにも使われます。注意する点は体積を一定に保つということです。元の体積から大幅に変わるような伸ばしや潰しをしてしまうと同じ物体と認識されづらくなります。体積を保つようにすることで自然に見せることにつながります。もちろん大げさに誇張して見せたい場合はその限りではありませんが頭に入れておいてください。注意する点は他にもあります。スクワッシュ&ストレッチは効果的に見せることができる手法ではありますが、世界観を壊す要因にもなってしまいます。例えば、硬いボールを表現したいのであれば、潰したり伸ばしたりといった動きは邪魔になります。
現実世界だと、ボーリングの球など硬いものが伸びたり潰れたりすると違和感につながります。しかし、世界観や表現したいものによっては、硬いものでもスクワッシュ&ストレッチを使うことで、速度や働く力の強さを表現することにつなげることができます。作品の雰囲気や世界観を見極めて適用するかどうかを考えましょう。適用するかどうかだけでなく、適用した場合は、スクワッシュ&ストレッチの強弱もオブジェクトに対して適切であるかも注意深く観察するようにしましょう。実際にアフターエフェクツでスクワッシュ&ストレッチの表現を取り入れる場合は、パスを自分で編集し、変形させたり、エフェクトのワープなどを利用することになります。あとは、専用のプラグインなども存在します。どちらにせよ、それなりに工数のかかる表現ですので、使える作業時間と相談して取り入れる必要はありそうです。あまり作業に時間を割けない場合でも、シンプルにスケールだけを使った表現でもいいと思います。スケールだけでも十分に効果は得られますので活用してみてください。次にアーク、運動曲線です。自然な動きや気持ちの良い動きには美しい曲線が軌跡として描かれています。ボールが弾む動きもボールの軌跡をたどると曲線になっていますね。歩くといった動きを見てみると、腕の振りにも曲線を見つけることができます。前に進むことで頭の位置や腰の位置も曲線の軌跡を描いています。ただ目線を変える動きでも少し曲線を描くことでより魅力的なアニメーションへと変わります。運動曲線をうまく活用することで画面全体の印象を変えたりリズムを作ることができるので取り入れたい原則になります。この曲線が乱れると自然なアニメーションが崩れることにつながりますので、滑らかな曲線を描けているかどうかを常に確認してみましょう。直線的な動きは機械的な印象になりますが、すべての動きを曲線にすればいいというわけではありません。球速の速いボールなどは、距離が近ければまっすぐに目的地まで届きます。こちらも適材適所ということですね。曲線をきれいに描くことは重要ということが分かりましたが、それと同時に速度のコントロールも非常に重要になります。綺麗な曲線と滑らかな速度調整、この2つが合わさって初めて運動曲線は完成します。綺麗な運動曲線と速度のコントロールで気持ちの良いリズムを作り出しましょう。ディズニーやピクサーのアニメーションには非常に多くの運動曲線が見られます。優れたアニメーションやモーションデザインを見て、運動曲線が使われている箇所に注目して、軌道と動きの緩急を観察してみて、自身のアニメーションに取り入れてみましょう。アニメーションの12の原則は、今回紹介したもの以外に7つあります。どの原則もアニメーションを魅力的に見せる上で大事なものですが、今回は比較的理解しやすいものかつ今すぐ簡単に取り入れることができる原則に絞って紹介してみました。すべての原則を有効に活用できればそれは素晴らしいことですが、いきなり完璧に原則を理解してモーションに組み込むことは難しいでしょう。少しずつ自分の作りたい動きに合わせて取り入れていくことが大事です。原則はどれか一つでも効果を発揮しますが、優れたアニメーションにするためには複合的に組み合わせることが重要です。しっかりと動きの完成イメージを持って原則を当てはめて作っていきましょう。今回はここまでです。またお会いしましょう。さようなら。